はい。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。今回ですね、外食業分野第4回目の授業となります。衛生管理ですね、引き続き勉強していきましょう。はい。この動画の前にですね、第1、第2、第3回と衛生管理の分野の授業を行っておりますので、まだ見ていない人はぜひそちらも確認してみてください。また、特定技能2号の対策の内容ですね、非常に難しくなっています。ですので、1回で理解できる人はほとんどいません。ですので、2回、3回、4回と繰り返し勉強してみてください。繰り返しね、勉強すると少しずつ内容が理解できるようになってきますので、ぜひ繰り返し勉強してください。はい。で、今回ですね、4回目、テキストで言うと14ページから行っていきます。はい、13ページまでの内容前回まででやってますので、見てない人はぜひチェックしてください。早速内容入っていきましょう。消毒の方法ですね。はい、消毒意味どうですかね、皆さんわかりますかね。消毒とは何かというところで、簡単に説明すると、人畜に対して、病原性のある微生物、細菌、ウイルスなどを不活化させ、感染を防止することで薬物、煮沸、蒸気、日光などによる方法があるということですが、簡単に言うとですね、このウイルスとか細菌を、不活化、死滅させる、そして感染を防ぐということ。で、方法は薬物消毒、煮沸消毒、蒸気消毒、日光消毒などの種類がありますということですね。はい。まず、食器類、調理器具類、調理機械類の消毒方法を見ていきましょう。まず一つ目、加熱消毒ですね。加熱消毒というのは、熱を加えて消毒をすることです。食器類とか調理器具類、何度で消毒、加熱したらいいのかわかりますかね。加熱消毒にあたり、必要な温度はですね、80度で5分間以上加熱しましょうと。はい。加熱消毒をする。何度以上で80度以上で何分間 ?5 分間以上ですね。はい。ここの80度5分以上というのを数字は覚えておきましょう。はい。また、フードカッターの耐熱性部品、布巾、タオルなどは100度で5分間以上、煮沸殺菌が有効ですと。煮沸殺菌というのは、鍋に水ですよね、入れて、沸騰、ぐつ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 100度以上沸騰させて、その中に布巾、タオルなどを入れて、はい、その熱で、殺菌をするという方法です。これを煮沸と言いますね。この加熱消毒の中には、それぞれ加熱する温度とか時間が決められていまして、で、お湯の中に入れて煮沸殺菌する方法もありますよというのが加熱消毒の内容です。はい。で、続きまして、薬剤消毒ですね。薬剤消毒。薬剤消毒は、塩素系消毒剤とアルコール系の消毒剤があります。その使用する場合、使用するときはですね、特徴をきちんと理解して、濃度と方法、製品の指示を守って使用することが重要です。はい。濃度というのは、1対4とか、水4、薬品1みたいな感じで、混ぜるとき、使って混ぜる。混ぜてから使うと思うんですけれども、その分量のことですね。それが濃度ですので、濃度が濃すぎたり、薄かったら効果がないですよね。逆に濃かったら、今度、人間の体に害を与えてしまう可能性があるので、きちんと濃度を守りましょうということが言われております。はい。で、
塩素系消毒剤どんなものがあるかというと、この次亜塩素酸ナトリウムですとか、亜塩素酸水、次亜塩素酸水などですね。ここら辺の細かい内容に関しても、覚えられる人はぜひ覚えてみてください。大事なのはですね、それぞれどういうことをするのかというところの内容になってきますので、そこをきちんと見ていきましょう。まず一つですね、次亜塩素酸ナトリウム溶液に関しては、まず使い方、手指の保護のために手袋を着用しましょう。はい。で、金属腐食性、金属を溶かしたりだとか、そういう特徴があるので、使用後というのは、器具類に残らないように十分に水洗いをしてくださいという使い方の注意があります。はい。で、消毒用アルコール、消毒用のアルコールですね。これも食品に使用できるものに限るということですが、スプレーを用いた、シュッシュテル、スプレーですね。を用いた消毒は速乾性難しいですね。すぐに乾く。早く乾くみたいなイメージですね。速乾性があり、金属腐食性、金属を溶かしたりだとかする性質というのは低いですが、対象物が多いとコスト高になりますと。消毒できる範囲だったりだとか、量が必要だったりするので、もう全部シュッシュやるとちょっとコスト高くなっちゃいますよね、ということですね。で、加えてですね、その対象物、このスプレーした後のその場所が水とかで濡れてると、アルコールの濃度、また出ましたね、濃度が下がってしまいます。要は水とスプレーで薄くなっちゃうということですね。水と混ざると薄くなります。そのため消毒の効果が落ちてしまいますので、注意が必要ですよ、ということですね。はい。その他ですね、消毒保管庫などによる消毒保管庫と呼ばれる、保管する場所がそもそも消毒する機能を持っている場合ありますが、その時ですね、消毒もできますよということで、どんな種類があるのか。まず一つ目が熱風保管庫ですね。熱風。はい。熱加えて消毒する場所、保管する場所ですね。で、もう一つが紫外線殺菌保管庫。紫外線と呼ばれる、なんて言ったらいいですかね、紫外線灯みたいな、電灯があるんですけれども、紫外線殺菌灯ですね。から出る光によって殺菌をすると。そのような紫外線殺菌保管庫もあります。はい。じゃあ、それ以外のですね、電子レンジですとか、冷蔵庫の消毒どうするのかというところですが、はい。冷蔵庫などの取っ手、手の持つ部分ですね、いろんな、お酒だったりだとか、食材の残りとか、手についたものついてしまいますので、きちっとですね、消毒用アルコールを、浸した布巾などで拭きましょうということですね。はい。あと、冷蔵庫内に関しても、食材がこぼれてしまったりだとか、野菜をそのまま保管するなんていうこともあると思いますので、きちんと棚を取り出して清掃する。で、さらにはですね、消毒剤を浸した布巾で拭き上げて消毒してくださいということですね。はい。で、三つ目、シンク、流しと作業台の消毒ですね。はい。ここはですね、アルコール消毒剤や塩素系消毒剤を浸した布巾とか、ペーパータオルで拭いて消毒してくださいと。きちんと洗浄した後ですね。洗浄した後にやってくださいという感じですね。はい。で、一つ注意するべき点は、次亜塩素酸ナトリウム。はい。金属の腐食性、金属を溶かしてしまったりだとか、腐らせてしまう可能性がある薬剤ですね。これを使用した場合は、きちんと水拭きをしてくださいと。水拭きをしてくださいということですね。はい。水拭きをすることで、その薬剤が残らないようにする必要があります。はい。
というところで、14ページのところですね。続いて15ページの内容入っていきます。食器器具類の保管についてですね。はい。保管、洗った後、消毒した後、きちんと保管をしないと、せっかく洗ったのに、消毒したのに、汚れがついてしまったら意味がないです。ですので、きちんと保管をしましょう。で、そのためのルールがこの下に書いてあります。一つ目、食器類の保管ですね。丸1番、食器類の保管。はい。この辺は、異物が入らないようにとか、塵とか埃が被らないように保管してください。どこにですか？扉のついた食器戸棚、あるいは蓋のある容器などに保管しましょう。はい。くれぐれもね、外に置いたりだとか、テーブルの上で保管しますということはなしにしてください。で、2番、調理器具類の保管。はい。調理器具類の保管ですね。それぞれどこに何をしまうのかというのは決まっていると思います。なのでそれをしっかりと守ってください。あとはですね、ボールなど、水が溜まりやすい容器あると思います。で、これ乾燥してないと水分がボールの中、底の部分ですね、に溜まってしまうので、きちんと逆さにするなどして水が溜まらないように、そして乾くように保管をしてください。はい。で、3番ですね。調理機械類の保管ですね。はい。フードカッターなどは分解して十分に洗ってください。消毒してください。はい。で、4番、清掃用具類の保管。清掃用具もですね、きちんと洗浄剤で洗った後は、すすいで乾燥をさせましょう。はい。あとは、調理場など、食品に影響を与えない場所に置いておくことが重要です。あとは水に濡れたままの状態にはしないということですね。これも、先ほどじゃないですね、前回の授業でやったと思います。はい、続きまして、機器類装置手洗い設備の管理ですね。はい。機器類というのは、測りとか何か物の重さを測る計器ですね。のことです。これはですね、定期的に正しい数字になっているのか、ちゃんと 1g、1g と表示されるのか、10g は 10g のものを測れるのか、ということは定期的に検査をする必要があります。はい。で、その他ですね、中心温度計の点検してくださいと。はい。中心温度計、肉などを、調理している時の中心を測る温度計、温度のことですね。温度計のことです。で、この温度計が正しいかどうかっていうのもきちんと定期的に構成する必要があります。構成ですね。構成難しいんですが、その機械とか機器が正しく動作しているのかというのを調べることですね。はい。なので定期的に構成してください。きちんと温度が測れているのかというものを確認するということですね。はい。で、構成を実施した際には必ずその記録を残しましょうということです。中心温度計の点検ですね。続きまして2番、紫外線殺菌等の点検。はい、先ほど出てきましたが、紫外線の、を用いて殺菌をする紫外線保管庫でしたっけね。紫外線殺菌保管庫ですね。紫外線殺菌保管庫で用いられる、道具になりますが、これ寿命が3000時間ですと。はい。なので3000時間以上使うと紫外線の効果なくなってしまいます。ですので、きちんと交換した時期を記録して、次回の交換の予定の時期を含めて適切に管理しましょうということですね。はい。というところと、あと6番ですね。ごめんなさい、6番じゃないですね。3番、食材や食器具類用の殺菌装置の点検ですね。次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用する殺菌装置。はい。次亜塩素酸
次亜塩素酸水の製造装置などですね、きちんと、有効な成分が混ざっているのか、濃度が正しいのか、ということは、毎回チェックする必要、定期的にチェックする必要があります。はい。で、手洗い設備の整備についてですね。これは、手洗い設備ですね。いろいろと細かく書いてありますが、ごくごく一般的なことが書いてありますので、テキストの、16ページですね、きちんと、読んでみてください。はい。普段皆さんが手を洗っている時に注意する内容というものが日本語で書かれているので、ああ、そうだね、これだよね、とか、ああ、これ知らなかったな、ということを意識しながら、ぜひチェックしてみてください。はい。では、17ページですね。使用水などの管理です。はい。使用水などの管理に入っていきますが、水を介する食中毒や感染症は被害が広範囲、多くの場所で、集団発生する可能性があります。はい。そのため、食品の製造するときに使う水は水道水、または飲用に適する水を使用してください。雨水とか、許可のない水というものは使ってはいけないということですね。また、飲用に適する水を使用する場合、1年に1回以上ですね、水質検査を行ってください。貯水槽の清掃殺菌装置の作動状況を確認してくださいというところで、はい、いろいろと、条件などがあります。で、使用水の種類、使用する水の種類ですね。まず一つ目が水道水。はい。で、水道水。これはわかりやすくね、家の蛇口ひねったら出てきますし、ほとんどのレストランも蛇口をひねったら水が出てきます。で、水道水というのは何かというと、今説明したような水道事業により供給される水。はい。あとは専用水道により供給される水などですね。で、水道水、使用水、使用する水の横に出てきましたね。水道水または飲用に適する水。飲用に適する水は何かと言いますと、小規模貯水槽水道と呼ばれる、水道水を溜めている水槽から出てくる水みたいなところですね。はい。あとは飲用の井戸。井戸ですね。井戸ってわかりますかね？丸く深く穴を掘って、その水を溜まっている水を使うということ、井戸というんですけれども、はい。井戸を使う場合ですとか、あとは沢水ですね。水が湧き出ている。山の中とかだと水が湧き出ている場所あると思うんですけれども、そういった水を使用する場合は、飲用に適する水という形になります。で、この飲用に適する水を使う場合は、定期的に、検査ですとか、貯水槽、水槽の清掃を行う必要があります。はい。で、3番ですね。食品製造用水。食品衛生法で定める特定の食品の製造においては、食品製造用水の使用が義務付けられています。はい。つまり、この食品製造用水を使わないと作ることができない食品がありますということですね。はい。じゃあ、どういうふうに使用水って管理したらいいんですか？水ってどういうふうに管理したらいいんですかというと、まず一つ目、日常点検ですね。作業開始、一日の開始の前に、色、濁り、匂い、味などですね、異常がないのか、というものをきちんと確認して記録をしてください。点検は1日1回以上行います。はい。色というのはわかりやすいですよね。水は基本的に透明ですので、透明かどうかというのと、
濁りというのは砂とかがこう混ざっていないかとか、ちゃんと水だけなのかというところですね。匂いというのはこう自分で嗅いでみてどうなのかというところと、あと味ですね。透明だし匂いもないけど、ちょっと変な味がするみたいなこともあるかもしれないので、しっかりと、そういった確認をしてみてください。で、水の管理の2つ目ですね。定期検査を行いましょうというところで、簡易専用水道ですとか、小規模貯水送水道など、飲用井戸などですね。1年に1回以上水質検査を行ってくださいということです。はい。3番ですね。滅菌装置または浄水装置の点検を行いましょう。はい。これ残留塩素濃度が 0.1ppm 以上であることは確認しましょう。この 0.1ppm っていうのは、数字として出てきていますので、しっかりと覚えておいてください。はい。というところと、あと問題があった時の対応ですね。もう水が汚い、汚れている、匂いがある。もしそういう場合、異常があった場合はですね、直ちに水の使用を停止して水質検査を行ってください。はい。いいですか？直ちに水の使用を停止します。もうずっとちょっと綺麗な水が流れるまでずっと出しっぱなしにして、綺麗な水が流れたので、使用を行いました。使用を再開しました。これ良くないですね。はい。汚染の恐れがある場合は、直ちに水の使用は停止してください。そして、水質検査を行ってください。はい。で、その結果、異常ないですよ。だったらそのまま使って大丈夫ですけれども、異常ありますと。何かしらの問題があります。その場合は保健所にすぐ連絡しましょう。はい。で、また出ましたね。記録と保存。もうこれどこでも出てきます。記録と保存全部必要ですので、はい。じゃあ水質検査の結果どれくらい保管しましょう、保存しましょう。成績書をですね、1年間以上保存してください。いいですかね。はい。水質検査の結果は1年以上保存しましょう。はい。というところで、続きまして5番ですね。ネズミ及び昆虫対策です。はい。これ、はい。では、いかがでしたでしょうか。衛生管理の第4回ですね。以上としたいと思います。はい。はい。それではお疲れ様でした。また次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございます。